師匠、なんでここにいるんですか？いや、それはこっちのセリフよ。私は極秘任務？スパイっていうか秘密なの？極秘任務？私をつけてたんですか？もしかして市長の指示で？あなたの立場は理解しています。バレてしまった以上、もう何も言うことはありません。長い付き合いに免じて、ここで立ち去るなら何事もなかったことにします。ですが、これ以上は。ヘイ、何を言ってるの？落ち着いて。スパイってのはただの冗談。本気にしないで。考えてみてよ。私って隠し事できないタイプじゃない？そんな能天気な私がスパイになれるわけないでしょ。スパイだからこそ、そういう立ち振る舞いをしていたんですよね。分かったわよ。信じるか信じないかはあなたに任せるわ。でも今から話すことをちゃんと聞いてちょうだい。手短にお願いします。あと、私から離れて。パインレードの状況がますます深刻になっていることは知ってるでしょ？ついさっきも西側で衝突が起きるところだったわ。誰かがデモを煽って紛争を引き起こそうとしている可能性があるの。市長が就任してから進めてきた政策を考えると、一番怪しいのは彼よ。それでも、ここにいる理由にはなりません。まだ話は終わってない。市役所の近くで武装した男を見たわ。目立たない路地から郊外に出るまで追跡したの。それで、どこへ行ったんですか？見失っちゃった。抵抗しないで、こっちへ。ここなら周りに聞こえません。聞こえ、何するつもり？うるさいですね。バーン。銃じゃない。ポケットに手を入れるだけでこんなにおとなしくなるなら悪くありませんね。信じてたのに。信じてくれるあなたを信じているから、あえて一芝居打ったんですよ。まあとにかく私が悪いやつじゃないって分かってくれたでしょ。それで本当に怪しい人を追っていたんですか？そうよ。出なきゃこんな人気のない場所に来るわけないでしょ。っていうか、なんでこんな場所があるのか聞きたいんだけど。研究施設みたいだけど軍事基地っぽくて、
長い間使われてないみたいだし、なんか変な感じね。ここは私のプライベートな空間です。時間がなくてあまり整理できてませんが。プライベートな空間？何を考えてるかわかりますよ。でもあまり深く考えないことをおすすめします。そんな哀れむような顔をしないでくださいよ。もういいです。もう決心しましたから。行動する前に教えてあげます。決心？行動？何言ってるの？昨日花の川で私が言ったことを覚えてますか？人は共通の敵が現れた時に初めて団結することを思い出す。東エリアと西エリアの問題はこれ以上無視することはできません。あなたも分かっているはずです。そう思って調査を始めたのよ。私は外敵を作り出すつもりです。ここはそのために作った場所です。必要なのは現在。数十年前のようにファインレードを襲う現在が必要なんです。でも当時とは違います。この現在は単なる作り物で脅威などありません。東エリアが何十年も培ってきたテクノロジーと西エリアに1000年もの間伝わってきた勇気が危機の中で再び輝き出すはずです。私は人々の崇高な心を呼び覚まし、新たな英雄の戦いを作り出したいんです。誰も犠牲にならない英雄の戦いを。恐れ、一言で言うならね、パインレイドの教会は飢えた狼を怖がる子羊のように何かを恐れているわ。だから聖職者たちは一歩も外に出ようとしない。たとえ外に豊富な水と食料があったとしても危険を感じているの。コースガードさん、この半世紀間パインレイドの歴代の司教が恐れてきたのは何だと思う？変化によって権威が失われることか、それとも動物が火を怖がるような本能的な拒否反応かしら？どちらでもないと思います。もはや信仰心があれば高い地位につける時代ではありません。一流大学を出て試練をくぐり抜けてきた司教たちが恐れているのはそんな単純なことではないでしょう。ではなぜ彼らは殻の中に閉じこもっているのかしら？わかりませんけど、おそらく彼らは何か乗り越えられざるもの、一度関わると底なしの沼へと引きずり込まれるようなものを恐れていると思います。その感覚、7年前と同じくらい鋭いわね。さっき聖職者は心の現在と戦うと言ったのを覚えてるかしら？彼らにとって最大の恐怖は人間そのものに対する冒涜よ。だから西エリアは周囲から思われているように理性を拒否したり進歩に抵抗したりはしていない。この古い神聖な地で本当に恐れられているのは現代化ではなく現代性なのよ。現代性。工業社会、自由市場、理性主義、この3つがもたらす混乱こそが現代性よ。工業、自由、理性、これらが現代社会の原動力となり文明を次の段階まで引き上げ人類の無知と更新性の脱却に貢献してきた。人々はこれを称賛するけどその悪影響に気づいている人はほとんどいないわ。工業は社会を大きな工場に変え人々を歯車にした。東エリアはシステム完備な工場よ。製品を製造するように富を生み出すだけでなく公害を輩出するように貧困も生み出してしまった。貧困を
生み出す。前に何人か過激派を逮捕して取り調べたんだけど、彼らは東エリアと西エリアのことに興味なんかなかったの。彼らは利益のためだけに行動していたのよ。善意ゆえの行動ではなく、単なるビジネスというわけ。何不自由のない生活をしていたら、そんな危険なビジネスをしたいと思う人がいるかしら。東エリアの貧困は西エリアのような更新的な生産性の結果とは違って、誰かが意図的に生み出した現象なのよ。だから生み出したというわけですか。そして自由市場は商品から労働力、道徳から尊厳に至るまで、売れるものは全て売ることを人々に推奨し、運命さえもお金で買えるようになったわ。お金があれば何でも買える。その考えは珍しくないわ。ダニューブ司教として、私はダニューブがパインレイドの東エリアよりもうまくやっているとは思わない。ですが、西エリアでは珍しい考えです。最後は理性ね。すなわち権威であり、新しい神でもあるわ。現代化は目に見えない信念を覆し、科学的実証主義に置き換えた。人々の主観的で儚い感情は無視され、冷徹なデータと方法論だけが参照されるようになった。科学的に定義できない数少ない概念の一つに意義があるわ。故に、若者は人生の意義を見つけることができず、娯楽に興じ、物質的なものを崇拝するようになった。物質だけが信頼できるという考えは、人々の心に深く根付き、信念よりも浸透してしまった。従来の道徳、理念、信念、人生の意義は完全に失われ、残された直感的で分かりやすい、揺るぎない物欲だけが理性としてパッケージされることになった。人々は官能的な娯楽に興じ、物質的なものを所有することで満足する。それはもはや希望のない時代。これが、歴代のパインレイド司教が恐れたものの正体よ。全てを理解するのには時間が必要ですが、おっしゃりたいことはおおむねわかりました。では、司教たちが現代化を拒んだのは自分たちの最後の居場所を守りたかったからでしょうか。ええ、でも灯籠の斧に過ぎないでしょうね。では、最後にもう一つ聞いてもいいでしょうか。当時の司教はこの状況を最初から予見していたのでしょうか。いえ、どんなに知識が豊富な人でもそんなに長い未来のことを予見することは不可能だわ。パインレイドの不幸は現代化の列車に幾度も乗り遅れてしまったことよ。数十年前に起きた英雄の戦いのことですか。あの出来事以来、東エリアは他の都市が持つ繁栄と強さを目指し、西エリアは明らかになった時代の問題点を見つけることができた。これが東西の根本的な違いよ。パインレイドは現代性という諸刃の剣によって真っ二つにされてしまったの。